ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。レッドブルの誤算、ペレスは2025年以降のシートをキープできる。角田裕樹のチャンスはの話題です。ここに来てマクラーレンがランドノリスと契約延長をしました。レッドブルがノリスを狙っていたことは周知の事実だっただけに、レッドブルにとっては痛手と考えられています。レッドブルは今後数年間はマックス・フェルスタッペンのパートナーとして2番手ドライバーを起用することになります。レッドブルはノリスがフリーになるのを待っていたようです。セルジオ・ペレスはフェルスタッペンのパートナーとしてまだ1年契約を結んでいて、来季はダニエル・リカルドがレッドブルの2番手として非常に重要な選択肢になっていました。リカルドは現在34歳で、キャリアの最盛期ではないことはもはや明らかですが、少なくとも2026年にノリスが加入するまでの2025年のつなぎ役としては理想的と考えていたようです。今からレッドブルがペレスの後継者を探し始めたとしても、もう市場に絶対的なトップドライバーがいないということになります。リアム・ローソンには才能はありますが、ヘルムート・マルコとチームがローソンを何年もリザーブに置いてきたのは理由があり、トップチームで走らせるには足りないものがまだあると考えられます。アレックス・アルボンはウィリアムズで順調に成長しましたが、アルボンがフェルスタッペンに及ばなかったことという点は気になります。フェラーリと複数年の契約更新交渉中のカルロス・サインツも候補になるかもしれません。最近ヘルムート・マルコがサインツのことを次のように語っています。サインツは間違いなく偉大なドライバーだ。トロロッソでの彼はマックスとほぼ同等だった。彼にとって不運だったのはフェルスタッペンがチームメイトだったことだ。しかし続けて、トロロッソの2人の雰囲気はかなり毒々しかった。だからカルロスはルノー、マクラーレン、そしてフェラーリへと移ったとも語っており、チームメイトの関係としては難しいのかもしれません。角田裕樹にレッドブル昇格のチャンスが回ってくるとしたらどういう時なのでしょうか。少なくともチームメイトのリカルドを徹底的に抑えきり、かつ2024年序盤で圧倒的な活躍を見せる必要がありそうです。また昨年同様にペレスが予選に弱く、ミスが多くてレースでも大した結果が残せない、アルボンも不調という状況であれば、かなりレッドブルのシートに近づくかもしれませんね。ですがクリスチャン・ホーナーからすると、角田選手はホンダのドライバーと認識していて、今後フォードと組むレッドブルとしては選択しない可能性は懸念されますね。角田選手はホンダとレッドブルに育てられたドライバーと言っているわけですから、その思いがレッドブル側に通じたら良いですね。ペレスは現在のフェルスタッペンのチームメイトであり、なんだかんだと言って一番シートに近いと思われます。2025年以降のシートを確保するためにペレスはどのような点を改善すれば良いのでしょうか。レッドブルによると、ペレスは少なくともポジションをキープするための戦いが可能であり、いくつかの点を修正すればシート候補の一人として揺るぎない存在であり続けるだろうということです。ペレスにやることリストがあるとしたら、まずは予選フォームを修正する必要があります。2023年シーズンは予選に失敗しレースで後方スタートしていたため、フェルスタッペンと戦うにしてもほぼチャンスがない状態でレースを戦っていました。今季はレギュレーションが変わらない中で他チームのマシン開発も進んでいると見られますが、グリッド争いがさらに激しくなりそうなところにペレスには予選での強さが要求されます。またペレスはセカンドドライバーとしての立場をもはや自覚して受け入れる必要があります。ペレスがフェルスタッペンに挑戦してシートを失うか、セカンドドライバーとして生きる道を選ぶか求められます。ペレスはペナルティーポイントが多いところも気になります。ペナルティーポイントがつかなくとも
ペレスが自身のミスでレースを壊しているケースが多く、この辺りも評価されにくい要因と考えます。最後にペレスにはどうすることもできませんが、ダニエル・リカルドがレッドブルのシートを獲得する可能性が今までの経緯では高いという状況があります。リカルドは8度のレースウィナーに輝いた実力をまだ持っているかどうか2024年シーズンではっきりとレッドブルに示す必要があります。逆に角田選手がシーズン序盤からリカルドを抑えきってペレスが不調に陥っていれば、角田選手のレッドブル昇格の扉が開くかもしれませんね。レッドブルの誤算、ペレスは2025年以降のシートをキープできる、角田裕樹のチャンスはの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。